3月はすごい忙しいですね。植え替えとか消毒とか肥料とか、しかも確定申告。海外の人もやるんですかね。やるか、今日はその春の作業の中でもみじの目摘みをやりたいと思います。伸びてきた新芽の真ん中を摘むっていう作業ですけど、ミニミニの石棺の短いやつ作ろうと思ったら、袴取りもやりましょうかとか、そういう話になります。今日は袴取りもやるんですけど、忙しい時期ですから2番目を期待したゆるい目摘みなんかもやりながら、その作業を紹介したいと思います。まだ未生して1年とか2年目ぐらいの時に、袴取りってどうやるんですかってね聞かれるんですけど、まだそういう若い木は袴取りなんてしなくていいと思います。もみじの、枝にも苔順っていうのがありますから、一節目はちょっと長め、二節目は短めでだんだん細かくなっていくっていう枝作りする時段階でいきなり袴取って石棺短くって言ったらね、木の全体のバランスも悪くなっちゃいますし、時には幹をね太らせるためにビヨーンと伸ばすことだってありますんで、そんなに辛い思いをしながら袴取りってやらなくていいかなと思ってます。今日主に持ってきたのはこの清姫、ほとんどもう取り消しちゃってるんですけど、こういう素材がありまして、これはねツンツンと割と伸びますので、それはできるのは袴取りしようかなと。あと他にもいろいろ抑制する意味で、葉っぱを途中でめくら摘みっていうのかな、めくら摘みではないか、まだ新芽出てない時にバツンで切っちゃうとかいろいろあるんですよね、きっとやり方が、こんな風にある程度もう形ができてて、それであとは枝を細かく作っていくだけだなって思うもみじの場合は袴取り結構有効かなと思ってます。ちょっとこれまだ硬いからできないですけど、もう少し水が上がってきて芽がほころんできたタイミングで袴取りガンガンやっていこうかなっていう段階の木がここに七五三ですけど、ここにあります。袴取りするタイミングは例えばもうこれだとちょっと遅いかなって思います。袴からちょっとね新しい新芽伸びてきちゃってるので、割とこの段階だと石棺の部分も思ってたより伸びてるんですよね。なのでもっと効果的に袴取りしたい場合は、まだ葉っぱが伸びてきてない段階で無理くりひんむいて中の芯をほじくり出して摘むと、こうやって摘むと、こういう風にするとここが早く紫外線とか外気に触れて組織が固まって、短い小枝ができていくという感じですね。だからこういうのもちょっと遅いかなと。遅いけどやらないよりは全然それ以上伸びてこないんで、どのくらいの石棺の短さを追求するかによるかなと思いますが、できるだけ毎日1日1回じゃなくて何回か水やりの時に、見て回って伸びてきたものから、チコチコ積んでいくと。あとはもう本当にもうこの間間延びして使えんわと思って、この辺からきっと吹くであろう2番目で短い細かい枝作ろうと思う時はここ使わないわけですから、葉が出揃ってから切ってもいいんですけど、早いうちに葉刈りして抑制しておこうという目的で、まだ新芽が出揃ってないうちに半分ぐらいでちょきっと切っちゃうっていうやり方もあります。これでもね、抑制が早くにできて2番目が育ちやすくなるので、こういう方法も使わない場合はいいかなと思います。早くにここ切っちゃうとこの2番目勢いつきすぎてこっちも伸びちゃうので、あんまり早いうちにやるよりは一旦出揃ってからやった方がいいんじゃなかろうかと思います。でもまだこういう実生して、まだ若いやつ、また幹の太りも期待したいしっていうやつは袴取りする必要はないと思いますですね。新芽が伸びてきたやつの真ん中を、ピンセットか指か、ちょっとこのピンセット汚いな、これにしよう。こういうのでちょいと摘むということで、こういうもう完成して枝を、ちゃんと徹底的に細かく作りたいっていう時はもう少し時期を待って、
袴取ってやった方が効果的であったりしますが、まだ枝作ってる段階のものは、ある程度伸びて緩く積んだっていいよという。で今私たち女性陣3人で運営しているボンスキー場内でのやり取りでもちょっと興味深い面白いご意見が質問がありました。もう袴取りってもみじしかできないのって言われたんですよね。確かになと思ってよく見たら袴を持ってる木って結構あるんですよ。これちょっと樹形はこれ苗木なんで樹形はあれなんですけど、これは男用染めってやつ、これはカマツカですけど、なんだ西洋カマツカかなんですけど、これももみじと同じように袴あるんですよね。両方とも結構ツンツンと伸びてくる性質なんで、今度もね袴取りしておいたらちょっとね盆栽としての未来があるんじゃないかなと思って、ついでに袴取りやってみたんですよ。やってみようと思います。はい。これ西洋カマツカ、まだ硬いけど、これやったらできるかな。芽吹きもいいから失敗してもいいやっていうことで、袴取ってみます。割と硬いんですけど取れるっちゃ取れる感じかな。映ってない2倍ちょっとね、ちょっともうアップにしたら爪のカサカサがめっちゃ気になるけど、こうやって取る、これもそうですよね、取れる。これ花芽だからな、多分これ花芽だからかわいそうだけど、こういう風にして取ることもできるっていうことですね。でこっちね男用染めっていうのがありますね。男用染めさん、これもねあるんです。これも花芽なんですけど、こういう構造がありますので試しに取って、割とねここがツンって伸びてくるから、これ苗木だからですけど困ってたんですよね。気になってた。大丈夫か。で以上、こういう風にして真ん中の芯ありますね。目摘みまでしちゃうかな。もみじはちょっと特別で蝶目というものがなくて、ここ積んだら平気で違うやつが蝶目の役割を果たしてくれるんですよ。でこの男用染めさんは積んだらどうなるのかちょっと分かんないですけど、一応同じような構造をとってるので積んでみます。肩剥がりになっちゃった。こっちも積んでみて、これちょっとこの一枝様子見たいと思います。ということでまとめますと、こういう細かい枝、こういうも基本のものが形ができてて、あとは小枝を作るだけだぞっていうのは袴取りはわりかし有効かなというところ。こういう苗木、まだ幹を太らせたりとかしたいなっていうの時は袴取りの必要なくて、ちょっと伸びてきて伸びすぎたやつを摘むぐらいで十分だよと思います。あとはこういうツンツンした枝使えないなと思った時は早めに目摘みと葉切りやっちゃうとか、ちょっとある程度伸ばして葉が出揃ったら刈り込んで、この辺の節のとこから出てくるであろう2番目で小枝を作っていこうという、いろんなやり方があるので、この大変な3月袴取りに取りつかれなくてもいいんじゃないかなという動画でした。